ちょっと想像してみてください。2026年4月10日です。太平洋の遥か上空で巨大な白い花火が打ち上がる。これこそが僕たちが54年間も守ってきた沈黙を人類が打ち破る瞬間なんです。その光景を想像するだけでなんだか胸が熱くなりますね。もし実際に目にしたら私もきっと泣いちゃうと思います。そうなんですよ。人類が最後に月を目指してこの地球を飛び立ったのは1972年。それから半世紀以上、本当に長い間、僕たちはただ遠くから月を眺めることしかできなかった。その長い長い沈黙がついに破られたんです。でも正直に言っていいですか？こういう宇宙のニュースってすごいなぁとは思うんですけど、どこか遠い世界の出来事って感じちゃうんですよね。自分たちの暮らしとはあんまり関係ないかなって。あなたもそう思いません？ええ、すごくよくわかります。でもね、今日のこの解説を最後まで聞いてもらえれば、この物語が決して他人事じゃなくて、僕たち自身の未来そのものなんだってことがきっと分かってもらえるはずです。で、最初に一つだけ、これよくある誤解なんですけど、それを解いておきたいんです。アルテミス2は月面に着陸したミッションじゃないんですよ。あ、そうなんですか。てっきりもう着陸したんだとばかり。月の周りをぐるっと一周して地球に帰ってきたミッションなんです。でもだからこそこの旅は本当に偉大だった。この周回飛行こそが次の月面着陸を安全に確実に成功させるための最後の、そして最も重要なリハーサルだったからなんです。では、そもそもなぜ今僕たちは再び月を目指すんでしょうか。その理由をちゃんと理解するために少しだけ時間を遡ってみましょう。歴史と、そして僕たちを突き動かしている強い動機について見ていきたいと思います。1969年、アポロ11号が月面に降り立った日、当時の世界人口のかなりの割合にあたる6億人もの人々が白黒テレビに映るあのぼんやりとした人影に釘付けになりました。でもあの熱狂もたった3年後、アポロ17号を最後にぷっつりと途絶えてしまったんです。確か予算がなくなったり、国同士の競争が終わったからでしたっけ？まさにその通りです。でも同時に当時の技術的な限界っていうのもやっぱり見えていたんですよね。月へ行くっていうのはあまりにも危険でとてもない挑戦だったんです。そして54年の時を経てアルテミス2がその扉をこじ開けた。この新しい挑戦の規模はもう桁が違います。2026年までにこのアルテミス計画全体に投じられたお金は累計でおよそ9兆円。これは一つのミッションのためだけじゃない。史上最強のロケットや最新の宇宙船を開発して人類が地球の外で生きていくための土台を作るための壮大な投資なんです。9兆円、すごい金額。そこまで巨額のお金を投じるからには何か大きな見返りがあるってことですよね。その一つがこのヘリウム3という物質です。地球には大気がありますから、太陽から飛んでくるヘリウム3はほとんど弾かれちゃう。でも大気のない月は何十億年もの間ずーっとこの物質を浴び続けてきたんです。なるほど、月はいわばヘリウム3の巨大な貯蔵庫みたいになってるんですね。そして科学者たちはこれが核融合、つまり太陽が燃えるのと同じ仕組みで動くクリーンなエネルギーの完璧な燃料になるって考えてるんです。しかも放射性のゴミもほとんど出さない。これはもう現代のゴールドラッシュですよ。エネルギーをめぐる新しい大航海時代の幕開けなんです。エネルギー問題の解決にもつながるかもしれないなんて本当に壮大な話ですね。でも私が一番心を動かされたのはやっぱりこの4人の宇宙飛行士たちの存在です。クルーの存在がこのミッションに血を問わせていますよね。特にミッションスペシャリストのクリスティーナ・コックはこう言っています。私が宇宙へ行く姿を見て、世界のどこかの女の子が、これって自分にも関係あることなんだって思ってくれるかもしれない。それだけでこの挑戦には価値があるって。さて、なぜの話はここまでにして、次はどのように旅をしたのか、その道のりを見ていきましょう。ここからはあなたが5人目のクルーになったつもりでこの旅を体感してみてください。この図が示す通り、旅は2026年4月1日ケネディ宇宙センターからの轟音とともに始まりました。4日間かけてクルーは40万キロという果てしない宇宙を航海します。そしてミッションのハイライト、月の裏側を通過する月フライバイへ。その後、地球の引力に引っ張られるようにして長い帰路について、最後は太平洋に着水するという計画です。
そしてミッションで最もドラマチックな瞬間が訪れます。彼らの宇宙船オリオンは地球からでは決して見ることができない静寂に包まれた月の裏側へとその機首を向けました。月の裏側にいる間って地球との通信が完全に途絶えちゃうんですよね。そうなんです。地球からのどんな電波も届かない完全な孤独。人類の歴史上最も遠い場所にいるたった4人だけの世界です。無線も信号も管制室の声も届かない絶対的な沈黙の中で、彼らは一体何を見たんでしょうか。うわー、それは想像を絶するような恐怖だったんじゃないでしょうか。その問いにクリスティーナ・コックはこう答えています。怖かった。でも同時にそこにはこれ以上ないほどの静かさと美しさがあったと。恐怖とそれを超える畏怖が同居する特別な時間だったようです。あの壮絶な旅は決して4人の宇宙飛行士のためだけのものではありませんでした。ここからはあの10日間がどうやって僕たちの未来につながる架け橋になったのか、その話をしたいと思います。その未来は僕たちが思うよりずっと近くにあります。日本の JAXA はアルテミス計画への参加を正式に表明していて、これはつまり今後10年以内に日本人宇宙飛行士が月面を歩く可能性がものすごく高いっていうことなんです。日本人が月を歩く。もう SF の世界じゃないんですね。次の世代が大人になる頃には月への旅行の話をすることは海外旅行の計画を立てるのと同じくらい当たり前になってるかもしれない。宇宙は遠い物語じゃなくて僕たちのすぐそばにある未来の物語なんです。でもやっぱり聞こえてきますよね。そのお金をもっと地球の問題解決に使った方がいいんじゃないのっていう声も。それはもっともな疑問です。でも実は宇宙への投資って地球への最高の投資でもあるんですよ。例えばアポロ計画。月までのルートを正確に計算するために開発されたデジタル画像処理の技術が今や僕たちの命を救う MRI や CT スキャンに応用されてるんです。へえ、宇宙っていう極限の状態で必要に迫られて生まれた技術が巡り巡って僕たちの生活を豊かにしてきたんですね。まさに宇宙飛行士を衝撃から守るために作られた特殊なフォームは今や低反発マットレスとして僕たちの寝室にあります。宇宙開発はいつだって地上の技術革新を引っ張ってきたんです。もう一つ、こんな疑問もよく聞かれます。スペース X みたいな民間企業があるんだからもう NASA みたいな国の機関は必要ないんじゃないって。ああ、確かに民間の方がスピード感ありそうですしね。おっしゃる通り、民間企業はスピードと革新性で本当に素晴らしい成果を上げています。でも厳しい安全基準を作ったり国境を越えた協力体制を築いたり、そして得られた科学データを全人類の財産として公開したりすることは国の機関にしかできない大切な役割なんです。両者はライバルであると同時に協力し合うことでもっと大きな目標を達成できるパートナーでもあるんですよ。そして冒頭のなぜ着陸しなかったのかっていう疑問に話を戻しましょう。アポロ時代、宇宙飛行士たちは今のスマホよりはるかに性能の低いコンピューターで月へ行きました。でも今回は AI による航行サポート、最新の生命維持装置、強力な宇宙放射線からクルーを守るシールドまで全く新しい技術がてんこ盛りなんです。なるほど。それらすべてを実際に人間が乗った状態で新宇宙っていう本番の環境でテストする必要があったということですね。その通りです。アルテミス2は次の月面着陸という大きな家を建てるための絶対に欠かすことのできない頑丈な土台作りだったんです。さあ、そして物語は再びあの10日間の旅の終わり、最も感動的な瞬間へと戻ります。10日間の旅を終え、オリオン宇宙船は時速およそ4万キロというとてつもないスピードで地球の大気圏に再突入しました。時速4万キロ。それって日本の北の端から南の端までわずか5分で移動できちゃうくらいの速さですよね。その摩擦熱で機体は太陽よりも明るく輝いて、やがて巨大なパラシュートが開く。そしてクルーを乗せたカプセルは穏やかに太平洋の海面へと降り立ちました。管制室ではエンジニアたちが肩を抱き合って喜び、宇宙飛行士の家族は空を見上げて涙を流していました。あの映像は本当に何度見ても胸がいっぱいになります。54年という長い長い沈黙がついに破られた瞬間でしたね。この歴史的な瞬間をただのニュースとして通り過ぎてほしくないんです。そこで皆さんにお願いが一つだけあります。今スマホのメモ帳を開いてこう書き留めてみてください。
アルテミスに見届けたと。なんだか自分が歴史の証人になったみたいで、ちょっと特別な気分になりますね。よし、書きました。 A、アルテミス2はリハーサルでした。次はいよいよ本番、アルテミス3による月面着陸です。半世紀以上の時を経て人類は再び月の土を踏むんです。そして今度はただ行くだけじゃない。僕たちは月に滞在する時代へと向かっています。月面基地での生活ですか？うわあ、重力が6分の1だから高くジャンプしたらビルの屋上くらいまで届いちゃうかもしれないですね。そうそう。月の氷を溶かして水を作って、その水で野菜を育てる。そんな生活が待っているかもしれない。あなたの子供たちが大人になる頃、彼らは月をただ見上げるんじゃなくて、訪れる場所として語るようになるでしょう。今日のこの物語は、その未来への確かな第一歩です。さあ、僕たちはどんな未来を選びますか？その問いが今、僕たち一人一人に投げかけられています。